ベルベージュの野原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみとなっております。ご了承ください。金額、サイズ、状態のお問い合わせの方もベルベージュウェブストアの方によろしくお願いします。これから紹介する商品は4月の13日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼ってますので、そちらの方をチェックしてみてください。まずは T シャツからいきます。こちらがチャンピオン T ですね。タグがこちら70年のバータグのものになってます。サイズ表記 M 表記で、こちら 100% コットンですね。で、こちらリンガー T 赤と白の切り返しになってます。で、プリントは染み込みで入ってますね。ちょっと全体的になんですが、その汚れが少し残ってたり、あとこちらの方につまんでるリペアがされてるっていう箇所が1箇所あります。それ以外特に大きなダメージっていうダメージは見られないかなと思います。まず本当汚れとか、こういった小穴だったりっていうところぐらいですね。でバータグの M 表記なのでさすがに僕には小さいですが、女性の方などすごくおすすめのサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段の方が6800円に消費税になります。続いてこちらフォードの T シャツですね。タグの方はこちらになってます。サイズ表記は M トールの表記ですね。でこちらも 100% コットンになってます。でフォードのプリント入っていて結構豪華ですね。で白ボディでこちらも少し汚れがこの辺ですね、ちょっと残ってる状態ではあります。またこちらもダメージなどはなくいい状態かなと。裏面もしっかり入って豪華ですね。でサイズ表記 M 表記ですが M トールっていうところなので幅はそこまでないんですが着丈が結構しっかり長いですね。僕でもその着丈に関してはちょっとゆとりが出るぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてスヌーピーの T シャツですね。タグの方はこちらのタグになってます。サイズ表記こちら L 表記ですね。でアシッドグレーのボディにこちらラバープリントでスヌーピーでっかく入ってます。可愛いですね。こちら裏面の方にもこちらですね入ってます。こちらもダメージなどはなくっていう状態でいい状態かなと思います。でサイズ表記 L 表記ですが年代が結構新しめなので、僕でかなりゆとりが出るぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が5800円に消費税になります。続いてグーフィーの T シャツ、ちょっとパッと見一瞬ミッキーかなと思うんですけど、このパターンのグーフィーですね。タグの方はこちら欠損してる状態ですね。で黒ボディでこちらもラバープリント入ってます。その黒ボディというところ全体的に少し焼けてる感じはあったりするんですが、あとはこの辺とかですね、ちょっと細かいですが小穴が1点っていうところです。でサイズあるとしたらなんかそのフリーサイズワンサイズフィッツオールぐらいな感じだと思います。かなり大きめですね。僕でもざっくりゆとりが出るくらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてボーダー T ですね。こちら古いタグついてますね。こちらのタグになっていて、サイズ表記はこちら18ボーイズのサイズ表記ですねになっていて、こちらネイビーベースに、この赤緑白のボーダーが入ってるっていう、このなんか何色かボーダーが入ってるっていうパターン結構珍しいと思います。こちらもダメージなどはなくっていう状態ですね。多少の焼け、全体的な焼けっていうのはあるんですが、雰囲気としてすごくかっこいいです。ただサイズがボーイズの18なのでさすがに僕はちょっと小さいんですが、この辺も女性にはすごいおすすめのサイズ感かなと思います。これからの季節本当使えそうですね。こちらの方でお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてスター・ウォーズの T シャツですね。タグの方はこちらジャージーズのタグになっていて、サイズ表記の方がですねこちら XL の表記になってます。で白ボディにこちらもプリント入ってますね。いいですね。でこちら裏面は無地のタイプです。でこちらも白ボディですがかなり綺麗な状態です。汚れなども特に目立ったものはないですね。でサイズ表記 XL っていうところで、僕がかなりざっくり着れるサイズ感です。こちらの方でお値段の方なんですけれども15,800円に消費税になります。続いてちょっとこんな状態なんですが、ミリタリーのサーマルのデッドストックになります。ちょっと袋に入っている状態なんですが、こちらの方ですね、タグの方は、サイズ表記 S 表記になっていて、こちら73年会計のものになってます。で、こちらヘンリーネックのタイプですね。こちらボタンが2つついててっていう状態です。程度とかも特に問題ないと思います。こちらの方でお値段が5800円に消費税になります。
続いて半袖シャツの紹介です。こちらキューバシャツになります。タグの方はついてなくて、こちらサイズ表記ですかね。ちょっと手書きかなんか数字なんかちょっと断言はできないんですけど、一応このタグはついてます。で黒ボディですね。もうで刺繍も真っ黒、かなり珍しいですね。でサイズ感としては幅はしっかりあるので L 表記ぐらいな感じだと思います。で程度に関しても特にダメージなどなくいい状態ですね。僕もかなり好きで結構よく夏場着るんですけど、この真っ黒のパターン珍しいですね。僕でもちょうどよく着れるぐらいのサイズ感です。着れる方多いと思いますね。こちらの方でお値段が5800円に消費税になります。続いてハワイアンですね。こちらタグの方はこちらになってます。サイズ表記はこちら L 表記。こちら素材が 100% シルクになってますね。レーヨンではなくシルクのパターンですね。でこちらボディの色の方が、赤っていうよりはオレンジに近い朱色みたいな色味ですね。で和柄のパターンで、こちらボタンはココナッツのものですね。でタグの感じからしても伝わると思うんですけど、かなり程度がいいです。おそらく水は通ってないんじゃないかなって思うぐらいの程度ですね。でサイズ表記も L っていうところですし、その程度がいいっていうのをお伝えしたんですけれども、それもあって縮みもほぼ出てないと思います。僕でもちょっと緩いぐらいのサイズ感で着れそうな感じです。こちらの方でお値段の方なんですけれども、19,800円に消費税になります。続いてハワイアンの紹介です。こちらタグの方がこちらの三角タグになっていて、こちらなんかカラフルでいいですね。サイズ表記 M 表記になってます。でこちらベースの色味はブラウンといえばブラウンなんですけど、明るめのブラウンになってます。でそのパイナップルの柄いいですね。ハワイアンらしい柄で、程度としてなんですけど特にひどいダメージっていうのはないんですが、この一番下のボタンのところです。気になるって言ったらちょっとボタンホールの周りが少しダメージがきそうかなっていうところです。でサイズ表記 M 表記っていうところで、僕には気持ちぴったり、本当いわゆるジャストサイズっていう感じになっちゃいます。こちらの方でお値段の方なんですけれども、29,800円に消費税になります。もう一枚ハワイアンですね。こちらいいタグついてますね。こちらブレントのタグがついてます。サイズ表記の方はこちらついてない状態ですね。でこちらは濃いブラウンのベースになってます。でパームツリーとかもあったりとかして、こちらもいい柄ですね。でこちらも程度めちゃくちゃいい状態です。生地もすごい張りが残ってるっていう状態ですね。でサイズ表記あるとすれば L 表記とかかなと思います。僕でも普通に着用できるぐらいのサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が29,800円に消費税になります。こちらハワイアンのラストですね。こちらタグの方がこちらカタリナのタグがついてます。でサイズ表記の方なんですけれども、こちらの方ですね、ラージ表記になってます。でこちら年代としてはその襟の形もロングポイントの感じがあって、40年代ぐらいのものかなと思います。でこちらに関しては程度がめちゃくちゃ良くて、生地もすごく張りが残ってるっていう感じの状態です。でそのホリゾンタルっぽいパターンで、こちらバックもすごくかっこいいです。でボディのそのベースの色はベージュになるんですかね。なんかかなり合わせやすそうな色味ですね。でサイズ表記 L 表記で全然チミも出てないので、僕が普通にゆとりを持って着れるぐらいのサイズ感です。めちゃくちゃいいですね。こちらの方でお値段の方が49,800円に消費税になります。続いてちょっとハワイアンの後なんですけど、こちらウールのベストになります。こちらタグのフィルソンのタグがついてます。サイズ表記はちょっとついてない状態ですね。こちらも定番ですよね。ウールで程度もかなりいい状態かなと思います。でサイズ表記あったとしたら38ぐらいな感じかなと思います。僕がそのサーマルとかの上で結構ぴったりっていうぐらいのジャストサイズになると思います。こちらの方でお値段の方なんですけれども、7,800円に消費税になります。続いてスウェットの紹介です。こちらの方がチャンピオンのこちら青の刺繍のタグですね。90年代になります。サイズ表記 L 表記になってます。でこちらグリーンのボディに前 V でスクリプトの刺繍が入ってます。でこちら程度としてなんですけれども、こちら1点ですね、少しシミが薄く残ってます。そんな目立つ感じではないですね。特に大きなダメージっていうのはないです。でサイズ表記が L 表記っていうところで、僕がちょうどよく着れるぐらいのサイズ感ですね。こちらの方でお値段なんですけれども、5,800円に消費税になります。続いてリバースリブの紹介ですね。こちら目なしのパターンですね。
タグの方はこちらトリコタグ80年代の WXL、 ちょっと切れちゃってすいません、 WXL になってます。でグレーボディにもう完全に無地のタイプですね。袖の方にも目はついてないタイプです。ただその汚れがこの辺ですね、汚れとかあとペンキ飛びが少しあってっていう状態です。あと袖の方もですね、こちらの方にもペンキがちょっとあってっていう状態なんですが、ダメージというダメージは特にないです。細かく言うとこちらの 1. 小穴がっていうぐらいですね。でサイズ表記 WXL なので、僕はかなりゆとりが出ます。こんな感じですね。こちらの方でお値段の方が 12,800 円に消費税になります。続いてプリントものですね。タグの方はこちら刺繍タグ90年代の XL 表記になってます。でこちらもグレーボディで、こちらラバープリント、黒ラバーですね、いいと思います。こちらも程度としては特に問題なくいい状態かなと思います。でサイズ表記が XL なので、僕がちょっとゆとりが出てっていうぐらいのサイズ感です。大きめに切れますね。こちらお値段の方が 9,800 円に消費税になります。もう1枚プリントですね。タグの方はこちら80年代のトリコタグサイズ表記 XL です。でこちらグレーボディにこちらネイビーのラバー3段でプリント入ってます。でこちらも程度としてダメージというダメージはあんまり見られないんですが、なんかこういうなんかステッチが少し抜けちゃいそうなところが1箇所あってっていう状態ですね。で、サイズ表記 XL なので、僕が先ほどと同様ですね、ゆとりを持って着れる大きめなサイズ感です。こちらお値段の方が 12,800 円に消費税になります。続いてもプリントものですね。タグはこちら80年代のトリコタグサイズ表記 L 表記です。でこちらグレーボディにこちら1段でラバープリント入ってます。でこちらもですね、特にひどいダメージなどはなくいい状態ですね。でサイズ表記 L 表記で、こちらが僕がちょうどよく私物とかでも着るようなサイズ感ですね。こちらの方でお値段が 12,800 円に消費税になります。続いてもう1枚プリントものです。タグの方はこちら80年代のトリコタグサイズ表記こちら M 表記になってます。でこちらグレーボディに黒のラバープリント3段でいい感じにひび割れてますね。かなりいいと思います。で程度としてなんですけれども、こちら首元少しポツポツ擦れてるところがあったり、あと腕の方ですね、こちらの方にも少し小穴があってっていうものにはなってます。ただこのラバーのひび割れの雰囲気とかすごくかっこよくて、かなり仕上がってるかなと思います。でサイズ表記 M 表記なので、僕には、着れないことはないんですけど、ちょっとビタッとなるぐらいのサイズ感です。こちらお値段の方が 12,800 円に消費税になります。続いてヴィランズのスウェット、かなり豪華ですね。タグの方がこちらになっていて、サイズ表記なんですがこちら 3X、 かなり大きいサイズです。ただこのちょっと動画ではどうしても伝えきれないんですけど、内側触ってみると分かるんですが、かなり程度がいいんですよ。本当数回水を通っただけっていうぐらいの程度になってます。白ボディっていうのもありますが、もうそれもあってもうすごく綺麗な状態です。でサイズが 3X っていうところなので、さすがに僕にはもうでかすぎるぐらいのサイズ感ですが、逆にこの辺のアイテムはもう大きく着てっていう感じだと思うので、逆に需要はあるんじゃないかなと思います。こちらの方でお値段の方が 39,800 円に消費税になります。続いてヴィンテージのスウェットですね。こちらタグの方がこちらになってます。スプルースのこちら L 表記になってます。でもちろん 100% コットンですね。でエンジボディにこちらラグランの切り返しになってます。でこちら触ってみると分かるんですが、結構肉厚で状態はすごくいいです。でただ L 表記なんですが、ちょっと縮みが出てるっていうところもあって、僕だとさすがに小さいサイズ感にはなっちゃいます。なんかスチーマーとかで伸ばしてみるのもありなのかなと思います。便箋結構伸びるんですよね。こちらの方でお値段の方が 7,800 円に消費税になります。続いて便箋のプリントものですね。こちらタグの方がこちらになってます。サイズ表記は L 表記になってますね。で赤ボディにこちら白のフロッキープリント入ってます。で程度としてこちら少しなんか白の色移りとかがあったりっていうのはあるんですが、こちらも比較的状態としてはいい方だと思います。綺麗な状態ですね。ダメージなどなく。
でこちらサイズ表記 L 表記っていうところですが、気持ち縮みが出てるっていうのもあって、僕大きい感じでは着れないですが、全然着用はできるぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が9800円に消費税になります。続いてもう1枚ヴィンテージスウェットですね。こちらタグの方は欠損している状態です。でオートミールの色味ですね。こちらこちら黒の染み込みのプリント3段で入ってます。かなり豪華ですね。で状態としてなんですけれども、こちらも少しシミが残っててっていう状態になってたり、このリブの方とかもそうですね。あと全体的にその擦れてる箇所があったりとかっていうところで、ちょっと雰囲気系にはなってるかなと思います。裏面の方は無地ですね。ひどいダメージは特に見られないです。でタグがついててサイズ表記があるとしたら M 表記かなと思います。それから気持ち縮んでてっていうところだと思うので、僕には小さいですが、こういう感じの雰囲気、女性が着てもかっこいいと思いますね。こちらの方でお値段の方なんですけれども、15,800円に消費税になります。続いてパンツの紹介です。こちらラルフローレンのチノパンになります。タグの方がこちらちょっと内側の方についてるんですが、こちらの方ですね、紙タグになっていて、しっかりアメリカ製です。でウエストが32のレングスが30の表記になってます。でこちらジッパータイプですね。こちらが YKK のジップが使われてます。で裏面にこちらの方ですね、ポロチノちゃんと入ってます。で程度としてなんですけれども、こちらの 1 点小穴がっていうところぐらいですね。特に他は大丈夫な状態です。また下も全然です。レングスの方も全く問題ないですね。で実寸のサイズなんですけれども、ウエストが32のレングス29になってます。レングスだけ1インチ縮んでるっていう状態ですね。僕でも気持ち緩く履けるぐらいのサイズ感です。この辺は需要多いかなと思います。こちらお値段の方が5800円に消費税になります。続いてリッキーズの黒ですね。僕も大好きです。タグの方がこちら内側の方についていて、テープタグになっていて、こちら擦れちゃっていますが、しっかりアメリカ製のものになっていて、サイズ表記3630の表記ですね。でテープタグ自体はあんな状態ですが、生地自体はかなり張りが残っていていい状態かなと思います。で実寸のサイズなんですけれども、表記通りですね。ウエスト36インチのレングス30インチ、かなりバランスいいですね。大きめに履くのもかなりかっこいいと思いますし、本当使える1本だと思います。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いてアーミーベイカーですね。こちらタグの方はこちらについていて、サイズ表記ウエスト30のレングス35の表記になってます。でこちらの方も残っていて、こちら67年会計のものになってます。でこちらはボタンフライのタイプになってますね。こちらです。で程度として見ていきたいんですが、こちらも全くまたした問題ないです。でレングスの方もこちらオリジナルのものになってます。で裏面も特に問題ないですね。バックポケットの小穴ぐらい、これぐらいはご愛嬌かなと思います。で実質のサイズなんですけれども、ウエストが28インチのレングスが33インチ、ちょっと僕には履けないサイズにはなるんですが、結構高身長の女性の方などそのヒールで合わせたりするのもありかなと思います。こちらお値段の方が7800円に消費税になります。続いてミリタリーのチノパンです。こちらはジッパーのタイプになってます。ジップはこちらの方になってますね。で内側の方にタグがついていて、こちらの方ですね、こちらについてます。ちょっとサイズ表記などは書かれていない状態ですね。年代で言うと60年代頃のチノパンになってます。裏面はこんな感じです。特に、程度に関しても問題なくいい状態かなと思いますね。で実寸の方なんですけれども、ウエストが31インチのレングスが29インチになっています。僕が本当ちょうどよくいいサイズ感で履けるっていう状態です。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらアシッドの501になってます。こちらパッチの方がですね、こちらになってますね。サイズ表記の方がウエスト31インチのレングス32インチの表記になってます。でこちら赤タブもしっかり残ってます。本当ザ・ケミカルウォッシュっていう感じですね。本当に
股下とかは全く問題なく、こちらレングスもオリジナルのものになってます。でダメージなどもなくいい状態ですね。こちらは実寸の方がウエスト30インチのレングスが31インチになってます。ウエストもレングスも1インチずつ縮んでるという状態ですね。この辺も履ける方全然いらっしゃるサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらも501なんですが、ちょっと変わり種ですね。言ったらカラーものになります。ただそのパッチなどは染まっていなくて、後染めとかではないです。でサイズ表記がこちらウエスト31インチのレングスが32インチの表記になってます。でこちらも赤タブしっかり残ってます。でこちらも程度としてなんですけれども、ざっくり問題ないんですが、股下も全然大丈夫です。でレングスの方もこちらもオリジナルのものになってます。実のサイズなんですけれども、こちらウエストが30インチのレングスが32インチになります。ウエストだけ気持ち縮んでるっていう状態ですね。僕にはレングスはちょっと長めではあるんですが、この辺も履ける方全然いらっしゃると思います。こちらの方でお値段の方が9800円に消費税になります。続いてヴィンテージの501、ヴィンテージのジーンズいきます。こちら、501の66前期になります。パッチの方、こちらは欠損しているものになっていて、あとプラス赤タブも欠損はしてます。ただこちらシングルステッチのものになっていて、赤タブが欠損しているので、こちら耳裏ですね、こちらの方で、チェーンのシングルになっているので、66前期になります。でもうこの時点ちょっと見えちゃうんですが、裾上げがされちゃってるっていうものにはなってます。ただ色味すごくかっこいいんですよね。薄くひげも入っていて、あと膝部分ですね、こちらの方に左右両方リペアがされてますが、だいぶしっかり直されてます。で股下もリペアされてますが、全然この状態なんで問題なく履けると思います。で裏面に関してはそうですね、ステッチアーケード少し抜けてるっていうところと、先ほども説明したんですが、その赤タブっていうところぐらいですね。で実寸のサイズなんですけれども、ウエスト30インチのレングスも30インチになります。僕がぴったり履けるサイズですね。この辺も履ける方多いんじゃないですかね。お値段の方が、その裾上げの状態込みっていうところで29800円に消費税です。続いてこちら505になりますね。トップボタンが銅っていうところと、あとはもうこちらジッパー、こちらのスコービルのジッパーが使われてます。でこちらはパッチも残ってますね。こちら、ウエストが32インチのレングスが34インチの表記になってます。で赤タブもこちらしっかり残ってます。スモール E ですね。でこちらシングルステッチになってます。でもこちらの時点ではあるんですが、こちらバックポケットリペアされてますが、丁寧に直されてます。で表面に関してなんですけれども、こちら股下全然問題ないですね。ただこちらもなんですが、裾上げがされちゃってるものにはなってます。ただ内側チェーンでしっかり上げられてます。で耳なしのタイプですね。でこちらに関してもその膝部分ですね、左膝の部分、こちらも丁寧に直されてます。で裾付近、こちらもちょっとしたリペアがされてってます。で実寸のサイズの方なんですけれども、ウエストが32インチのレングスが30インチになってます。このサイズ履ける人多いですよね。結構店頭でもこの辺のサイズお探しの方いらっしゃいます。こちらお値段の方なんですけれども、こちら25800円に消費税になります。続いてこちらは501のビッグ E になりますね。501でこちらパッチの方がこちらになってます。ちょっとそうですね、ウエストレングス表記はもう読めない状態になっちゃってます。ただ赤タブもしっかり残っていて、こちらビッグ E 確認できますね。で当然シングルステッチのものです。でこちらに関してはめちゃめちゃいい色だと思います。かなりかっこいいです。で程度としてはこちらステッチが抜けてるわけではないんですが、ちょっと補強とかされちゃっていたり、あと擦れてるところが多少あって、あとはここですね、少し生地が薄くなってるというところがあるので、リペアをされてから履くのがおすすめかなと思います。またそれ以外ひどいダメージなどはなく、レングスもこちらオリジナルのものになってます。当然耳もついてます。
で実寸のサイズなんですけれども、こちらウエスト30インチのレングスが32インチになってます。僕でウエストはちょうどいいんですが、レングスが気持ち長いっていうものになってます。なんか今日それぐらいサイズが多いですね。また本当色味が抜群です。こちらお値段の方が59,800円に消費税になります。続いてバッグの紹介です。こちらリーバイスのデニムのリメイクバッグになってます。でこちらトップボタンとかこの辺もしっかりしてて銅で、こちらジッパーですね、505ですかね、42タロンのジッパー付けられてます。でこちらポケットとかも全然まだ使える状態ですね。で中の方もこんな感じになってます。本当ハンドメイドっていう感じのものになっていて、かなり可愛いんじゃないですかね。僕が持ったとしてこれぐらいのサイズ感になります。こちらの方でお値段の方が5,800円に消費税になります。続いてコーチバッグの紹介です。こちらブラウンベースのレザーになってますね。でこちら中の方にこちらコーチの印字が入ってます。中の状態も決して悪くはないかなと思いますね。こちらもあります。で全体的にその多少の傷とかはあるんですが、そのスレっていうところはそこまで大きなものはないです。こちら僕が持ったとして、これぐらいのサイズ感になりますね。こちらの方でお値段の方が7,800円に消費税になります。続いてスニーカーを1点紹介します。こちらヒールパッチからの方がいいですかね。こちらチャックテイラーになってます。でも色味も黒チャックってやつですね、いわゆる。でこちらインソールの方なんですけれども、こちら70年代のインソールになってます。ただこれに関してはちょっと難ありというところがあって、こう見ていただいて分かるとは思うんですが、もうその左右でちょっと黒の色味が少し違っててっていう状態です。であとこの右足の方ですね、このトゥーのところが少し劣化しちゃっててっていうものにはなってます。また言っても黒チャックかなり珍しいです。でヒールパッチ見てもらったんですが、少しすり減ってるっていうぐらいですね。でサイズの方なんですけども、こちらサイズもかなりちょっと大きめで13っていうサイズになってます。こうディスプレイとかとして使ってもありかなと思います。こちら黒チャックでお値段が39,800円に消費税になります。続いてジャケットの紹介です。こちらリーバイスの70505ビッグイのブランケット付きのものですね。パッチの方こちらになってます。パッチは残ってはいるんですが、サイズ表記などちょっと読めない状態ですね。で、こちら赤タブ当然ビッグイしっかり残ってます。程度としてなんですけれども、こちら、まず襟元がちょっと擦れてるところどころあってっていう状態なのと、あとはそうですね、ボタンホールも少しその擦れてたりするところが何箇所かあってっていう状態です。であとはその袖口ですね、少し擦れてるっていう状態です。またひどいダメージというのは特には見られないですね。裏面に関してもこんな感じです。でサイズなんですけれども、ちょっと表記が見えない状態なんですが、表記あるとしたら40とかですかね。でブランケットがついてるので、着用感としては38ぐらいの感じだと思います。僕だと T シャツ1枚とかで、ギリギリ着れるぐらいのサイズ感だと思います。こちらの方でお値段なんですけれども、29,800円に消費税になります。続いて WRL のジャケットになります。こちらタグの方がこちらしっかり残っていて、サイズ表記 L 表記になってますね。でこちらミリタリーのちょっとモチーフにしたようなジャケットですかね。でこちらリブなどもしっかりついていて、状態としてはすごくいい状態です。でこちらエルボーの方もしっかりついていて、かなり作りとしては凝ってますね。でこちら裏地なんですけれども、こちらがかなりかっこいいです。ヘリンボーンの生地が使われていて、僕はかなりポイント高いなと思ってます。でサイズ表記が L 表記なので、WRL 結構作りも大きいっていうところもあって、僕はかなりゆとりを持って着れるぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段なんですけれども、15,800円に消費税になります。続いて US ネイビーのつなぎになります。こちらタグの方がこちらの内側についています。サイズは38になってますね。で、ポイントとしてはやっぱこのウィルス&ガイガーっていうのがいいですよね。かなりお好きな方は多いと思います。で年代としては40年代頃ですね。こちらジップ、こちらこの字止め使われてます。でジップはこちらの方ですね、タロンが使われてます。で生地がこちらナイロンのものになっていて、かなり薄い生地にはなるんですが、逆にこの素材のつなぎ珍しいと思います。
で程度としてはこちらとかですね、そのスレによってちょっと、変色しちゃってる部分がところどころあります。この辺もそうですねっていうぐらいですかね。他ひどいダメージっていうのは特に見られないです。ナイロンなんで生地がそこまで丈夫ではないので、ここまで綺麗な状態、ダメージが少ないものって珍しいかなと思います。サイズが38なので、僕はそうですね、ちょっときつく感じるかもしれないですけど、着用できるっていうぐらいのサイズかなと思います。こちらの方でお値段の方が19,800円に消費税になります。続いてブラウンズビーチのベストですね。こちらタグの方なんですけれども、こちらの方についてます。でこちらネイビーのそのベースのものですね。でスナップのボタンの方にもこちらブラウンズビーチの刻印入ってます。でスナップの方はこちらのスナップのタイプですね。50年代頃ですかね。でこれに関しては、全体的に多少擦れてたりするところ、その生地が若干薄くなってるところとか多少あるんですが、もうこれの一番のポイントとしてはサイズですね。もうこんな大きいサイズなかなか入ってこないです。サイズ感として46とか48ぐらいあるんじゃないですかね。それもあるので僕でもう相当ゆとりが出る、幅がもうちょっと余るぐらいのサイズ感になってます。こちらの方でお値段なんですけれども39,800円に消費税になります。最後にこちらアーミーマッキーノの紹介です。こちらですね、タグの方はもう欠損している状態ではあるのですが、こちらボタンなどそうですね、ボタン全部しっかり残ってます。こちらポケットのボタンもちゃんと残ってますね。ただ程度としてなんですけれども、ちょっと全体的に少し擦れてるところとか、これに関してもちょっと生地薄いところところどころあったりとかして、裏面がそうなんですけど、こちら小穴につながってるところとか多少その擦れてるところやっぱどうしてもあってっていう状態です。また年代としてその40年代ぐらいの古いものになるので、そのウールものってなるとやっぱちょっとそこら辺はちょっと必須なのかなって思う部分も正直あります。サイズ感としてはこちら38から40ぐらいですかね。結構肉厚なウールなので、なんか着用感としてはほんと38ぐらいな感じだと思います。僕でもかなりぴったりするぐらいのサイズ感ですね。ただ物としてかなりスペシャルですね。こちらお値段の方なんですけれども158,000円に消費税になります。かなりスペシャルです。本日の商品紹介は以上になります。ベルベルジェンの方で買取委託販売の方を行っております。何かご不明点あればお電話で対応させていただきますのでよろしくお願いします。